スーパーソニックスピード第2回です。最初のコースはミスティックジョングル、シャドウにリップスパイダー、ガジェットはドリフトチャージ短縮キット、ランオフボーナス、スタート成功ボーナス、スピードチューンです。スタートしたら左に向かいますが、2周目以降はこっちを通らないので、一番左側のブーストは回収しましょう。その後、しばらく、ラインガイドの通りに動くだけでリングが集まります。次の分岐ですが、左側に行ってブーストを回収します。その後は、正面から飛び出してトリックをしましょう。ここ右の道に飛び乗っていますが、ミスなので真似しなくていいです。左から普通に行きましょう。最後のカーブは、ラインガイドではなく、リングを目安に曲がってください。ガイドが結構外側になっているので、そのまま動くとロスが大きいです。ここまで2個手に入れたブーストを使って、ゴール直前の左側と、スタート直後の右側をダートカットします。難しいですが、カーブ入り口で壁にぶつかると、リングが減って減速するので、できれば避けておきましょう。ぶつかっても達成は可能ですが、その分厳しくなります。2周目は、分岐の右側と最後のカーブの入り口右側のブーストを回収します。今回はリングもあるし、ガイドも完璧ですので、ガイドに従って曲がってみましょう。その先は2周目と同じですね。今回は失敗してますが、3周目に関しては、リングを落としても、右の道に100リングがあるので、リカバリー可能です。飛び出したら、左側の空中に青ボックスがあるので、必ず回収しましょう。あとは、ガイドの通りに動けば大丈夫です。スーパーソニックスピードとはいえ、さすがに、ヘビが、ダッシュパネルの位置に来る前には乗れないので、最初からインコースでいいです。なんとか達成。ミスはいくつかあったので、もう少しうまく動けば、2秒ぐらいは余裕出るかと。次はアポトスです。シャドウにビクトリア・キャリッジ、ガジェットは、ドリフトチャージ短縮キット、ランオフボーナス、スタート成功ボーナス、セカンドファストチャージです。結構厳しめですので、こちらも攻略するのは、最後の方でいいと思います。スタートしたら左に向かい、ブーストを回収、通路を抜けて広場に出たら、すぐに右にブーストして、ショートカット、橋の右側を通ってください。そのまま、正面のブーストを回収し進みます。道が狭く、リングも多いのですぐに集まるのですが、やはり、100枚の恩恵は大きいので、すぐに集めましょう。飛行機パートは中央から行きましょう。ブーストリング横と先にあるリングを拾いたいですね。一度車になった後、右側のブーストを回収します。その後、また短い飛行機パートが終わったら、ブーストアイテムを使ってダートをカットしましょう。ゴール前は、直進ドリフトレベル2を繰り返し出したいです。直線が結構長く、入り口あたりでぶつかると、リングが保てない関係で、結構タイムが悪くなるので注意。2周目は、広場のダートを越えるのは同じですが、今度は、正面側の道へ、ロスでしかないので橋は登らないように。裏道のブーストは、この時必ず回収してください。また、最後のカーブのダートカットで使います。その先は、今回はブースト回収がないので、インコース気味で移動しましょう。あ、まずい。3周目ですが、リングが足りない場合は、右の階段を登って進みましょう。足りている場合は、ガイドの通りに動きます。広場は裏道側に進みます。飛行機パートは、ガイドの通りでいいのですが、途中車になるところでは、ガイドの通りだとブーストが取れないので、そこだけは注意。最後のカーブはダートカットして、ゴール前の直線のブーストリングに、最低2つは入りたいところ。これでかなりギリギリですがいけます。リングを落とさなければ、もう少し余裕があったと思いますね。これが究極の走りだ。
ブーグランプリ最後はワンダーミュージアムです。シャドウにビクトリアキャリッジ。ガジェットは、ドリフトチャージ単色キット。リングゲットダッシュ。スタート成功ボーナスです。ソニックスピードの時と違い、こっちは、思ったより余裕があります。正直、ここに来るまで難しいと話したコースを一つでもクリアできていれば、S ランクは余裕な気がしますね。しばらくは、ラインガイドの通りに動くとリングが集まります。白い床の左に登る長いカーブは、さすがに外側にどんどん行くので、アクセルオフやブレーキを駆使して、ガイドの通りに曲がりましょう。飛んだ後は左側に行きます。ダッシュパネルがありますが、これには乗らず、リングを拾いに行きましょう。ジャンプ台から飛んだ後は、正面のブーストを拾いに行きます。その先は、右側からドリフトを構えつつ、ブーストを使い、ショートカット、リングを落とした場合は左へ、持っていたら、右のブーストを回収します。見ての通り、ブーストを取るとき、速度が出過ぎてるとぶつかってリングを落とすので、ブレーキを入れておいた方がいいかも。リング100未満で走るのが長いと、それだけ損しますし。2周目、スタート地点右側のブースを回収しましょう。左に登る長いカーブのブーストは、まだ取らないように、ここは、時短のためにインコースで抜けます。ジャンプした後はまた左ですが、今回はリング数が余裕なので、ダッシュパネルに乗りましょう。その先は、ラインガイドに従って動きましょう。今回も、なかなかいい位置に出ています。1周目は、ブースト回収の際に壁にぶつかりましたが、2周目は、右側の5リングを取るように曲がれば、自然と流れるので、心配ないかと。その後は、右に出て、1周目と同じように進みましょう。1周目は回収できてなかったので、右のブーストを回収します。ちょうど中央にある黒い目印から、わずかに左側にあるので、床のあたりを見て位置調整すると回収しやすくなるでしょう。3周目の恐竜は、ちょうど頭を下ろしてくるので、右側のダートをブーストで越えます。その先はブーストを残しておいたので、外側を進みましょう。ソニックスピードの時は、内側も狙えるぐらいの難易度でしたが、スーパーソニックスピードでは、さすがに内側を狙うのが厳しいので、ブースト回収と割り切って外側に行く方がいいです。通り過ぎましたが、船の場所も周期的に無理なので、外側のリングを、その先のカーブは車に注意。最後の回転アイテムゾーンは、周期的にほぼ無理だと思いますので、取らないつもりで、もし取れたら遅れてると思うのですが、その分ブーストが使えるので、カーブカットした後に、もう1回使うといいかも。ただし、中央からジャンプ台行くとロスなので、間違っても飛ばないように、なんとかなりましたね。カスタムも、無難なものにしてみましたが、いろいろ試すと、もっといいものがあるかも。次は、パンプキングランプリ。最初のコースは、クリスタルマイン、シャドウにビクトリアキャリッジ、ガジェットは、ドリフトチャージ単色キット、ランオフボーナス、セカンドファストチャージ、スタート成功ボーナスです。ノルマが、意外と余裕があるので、実は、大胆なショートカットは必要がありません。難しいことをしなくても、丁寧に走れば結果が出るというコースです。スタート直後は、右側のインコースで、その先は、ラインガイドに従って移動すれば、リングが手に入ります。飛行機パート直線の3つ並びは、一番左側のブーストを回収。飛行機になったら、ガイドの通りに動いて20リングも入手します。飛行機終了後は右側に進みます。ランオフボーナスがあるので、ブーストでダートを走ってリングを集めましょう。最初に言ったり、右に書いたように、タイムは余裕があります。リスクのあるショートカットはしなくていいです。ショベルは右側から通りましょう。ゴール前は、レベル2の直進ドリフトを繰り返します。2周目は、壁にぶつかったら、左から行って、リング回収のリカバリー、リングが大丈夫なら、そのまま、右のインコースを通りましょう。その先は、飛行機が終わるまでラインガイドの通りでいいです。これに従ってもらえば、全く無駄がありません。車に戻ったら、左側のブーストを回収。一応3周目でも可能ですが、必ずできるわけじゃないと考えたら、ここで狙っておきましょう。その後は、1周目と同じくダートを走ります。ブースト回収のため、ラインガイドより少し右側へ。3周目ですが、特に新しい場所は通りません。ブーストはいつもの場所と、最後のショベルカーの右側のダートを抜けて、若干短縮に使うといいかなと思います。どうしても達成できない人は、ソニックスピードの時の感覚を思い出してショートカットしてみるといいかも。
多分ハンドリングで十分ですが、どうしても間に合わない人は、スピードタイプも悪くないかもしれません。最初のカーブのリングを拾って、飛行機最初の20リングは無視、ガジェットは、ドリフトキットをスピードマシンキットに変更するだけでいいです。欠点は、やはりハンドリングが低いので、ブーストアイテムの回収難易度が上がるところですかね。ただ、一つブーストを取り逃がしても、ほぼ同じタイムという結果が出たので、妥協でも楽々いけるのは魅力的ですね。難なく達成。次に行きましょう。これが究極の走りだ。次は、オーシャンビュー。シャドウにビクトリア・キャリッジ。ガジェットは、ドリフトチャージ短縮キット。超高速エアトリック。スタート成功ボーナスです。曲がる場所が多いので、スーパーソニックスピードでのカーブ慣れしてないと厳しいコースです。最初のカーブだけは、左側のブーストを回収し、以降は、ラインガイドの通りに進みましょう。リングを集めながら進むことができます。長いカーブに入るまでは、レベル2以下のブーストを何回か出します。次に曲がる場所までの距離を見て出していきましょう。カーブが終わりそうな時レベル3。その先は、ドリフトを構えながら飛んで、そのまま、左側のショートカットを通りましょう。おそらくショートカットを出た際に壁にぶつかりますが、回避不可能に近いので気にせずに。ボートは道なりに、その先は、下から抜けて、ブーストで、左のダートをカット。今回、壁にぶつかってリングが99なので、非常に大きいロスです。この区間は、しばらくリングがないので、ぶつからないように気をつけましょう。2周目は、ロングカーブの前に右側にあるブーストを回収します。それ以外は、1周目と同じように動きましょう。難しいとは思うのですが、ラインガイドがインコース気味になっているので、その通りに走れると非常にいいです。その通りは、無理でも、リングゲットダッシュがないカスタムですから、リングは必要ないので、リングよりかはインコース優先です。ボートが終わったら、今度は、右上へ、ブーストを取って、ドリフトを構えながら使用し、ダートカットします。壁にぶつかると、ロスが大きいです。またやってしまった。3周目開始と同時に、ブーストを使い、右側のダートをカットしながら進みます。3周目では、道中ダッシュパネルが増えてますが、乗りに行く必要はありません。インコースで進みましょう。自然と通る際には、利用してしまっていいですけどね。ボートになったら、左側の青ボックスを回収します。左側への移動とチャージしておくのを忘れずに、その後は1周目と同じです。1周目と同じとは言いましたが、壁にぶつかるまで再現する必要はありません。3周連続で、これは、かなりタイム落としましたね。なんとか達成。だいたい、ガイドの通りに走れるぐらいの技量があって、最後壁にぶつからなければ余裕でいけるとは思います。最後のコースは、パンプキンマンション、シャドウにリップスパイダー、ガジェットは、ドリフトチャージ短縮キット、ランオフボーナス、リングゲットダッシュミニ、スタート成功ボーナスです。基本はソニックスピードと同じ感じですね。カーブやダートカットをうまくできないと S ランクは厳しいです。最初は右左どちらでもいいので、外側にあるブーストを回収。その先もどちらでも構いませんが、ドリフトが溜まりやすい方向がいいかな。そういえば、通路にあるシャンデリアはぶつかると、最後の地点に吹き飛ばせない大きいものが出るみたいですね。ただ、あってもブーストを回収するとき以外は邪魔でもないし、2周目とかだと出てこないこともあるので、回避はわざわざする必要がないと思います。ブーにぶつからないように、左の壁近くを狙ってブーストでダートカット。その先曲がるのは難しいのと、ブーストが欲しいので直進でいいです。ゴール前の最後のエリア入り口は、左方向にブーストしてできるだけカット。墓石の部分まで飛べれば、結構余裕が出そうですが、無理はしなくていいです。ゴール前は、直進ドリフトレベル2とレベル1を1回、2周目は、逆方向に向かってブーストを回収しましょう。多分大丈夫ですが、2周目でもシャンデリアが邪魔という人は、道中のものを避けましょう。これで出てこないはず。最後の合流地点で中央にあるブーストを回収します。その先は、1周目と同じようにカット。今回は、
最後のカーブで右側にあるブーストを回収してから使用します。一度右に行ってしまうとはいえ、ブーストの加速でダートを越えられると、良い感じに短縮です。3周目も、大体同じ道を通るため、ここで、先に挨拶を。ご視聴ありがとうございました。スーパーソニックスピード編も早くも2回目が終わりましたね。今まではドンパグランプリがなかった分、6コース単位で区切ってきましたが、今後は、クロスワールド編を、1動画あたり少しだけ長めにすることで調整して、ちょうど、グランプリとクロスワールドそれぞれ2回で終了予定です。ということで、年内には余裕で終わりそうですね。12月中旬にやるべきことは、レジェンドコンペとかもありますけど、おそらく、タイムトライアルの編集は、前もってもう少し進んでいることも考えるとなんとかなりそうです。この動画が役に立った、楽しめた人は、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。青ボックスを取ったら、前から持っていたブーストを使用。右のダートをカットしつつ加速です。最後は、キングブーストで持続が長いので、ゴール前のカーブは、左側のダートを抜けましょう。かなりギリギリですが、ゴール、もう少し余裕を出す場合は、ハンドリングを、極めて、もっと壁沿いを攻める必要がありそうです。